皆さん、こんにちは。ループイラーの代表の鈴木聡です。今回の動画では、創業者である鈴木代表のこれまでの歩みっていうのをちょっと振り返りながら、鈴木聡とはどういう人物なのか、すり編み機で編まれた生地しか使わないループイラーというブランド、これをどういった思いで立ち上げたのかとか、そして、ループイラーが考えるザ・スウェットシャツ LW01 っていうのがどういうスウェットなのか。それをですね、鈴木代表のこれまでの歩みっていうのをちょっと振り返るような感じで深掘りをしていく企画となっております。僕のこれまでの歩みってなかなかコンパクトに言えないので、今の人たちは多分70年代と80年代の時代感っていうのがわからない、多分知らない人が、ね、吉本くんとかも知らないわけだから、多分その年代がないと、多分、僕自身っていう人間が、形成されなかっただろうし、ループイラーを作ろうっていう風にもなってなかったかもしれないな。今振り返るとね、その70年代、80年代のその時代感、特に世界もそうなんだけど、特に日本の時代感っていうのがものすごく大事だったかなっていう風には思います。今はね、アメカジとか渋カジとかっていう言葉が言語化されてるから、当時は今みたくインターネットなんてないので、そうですよね。そう。洋服スウェットとか T シャツ欲しいなと思っても、どこに何が売ってるのかっていうのは、自分の足ないしは、自分の友人知人から得る、言語化された情報でしかやっぱりなくて、今みたいに調べておすすめを教えてくれるとか調べるみたいなのもないです。全くないです。だから雑誌も当時はメンズクラブ、チェックメイト、男性っていうか男性専科みたいな、大きくはその3つぐらいがメインストリームで、あと細かくはあったとは思うんですけど、僕たち例えば中学生ぐらいになって、いろんなそういうファッションとか、世の中のその文化とか、流行に興味が湧く年齢になった時に、情報を得るものがそのくらいしかなくて、逆に今ありふれてます。そう、もう逆に言うと今の人は、ある意味便利だけど、便利がゆえにちょっと大変だなと思うのは、その中から自分にフィットする情報をフィルタリングすることって大変だよね。そうですね。で、ネットに出てる情報が全て正しい情報なのかどうなのか見分けることも多分大変だろうし、当時はそんなこと心配する理由は1ミリもなくて、とにかく、そんなのあるの？じゃあ行ってみる。って行ってみて、自分の目で見て、うわーすごいと思うか、ちょっと期待外れだったなって思うか、だけなんで、そういう時代だったかな。僕らの時代はやっぱりどうしてもリアルというか、もう本当にフィジカルで動いていって、自分の足で稼ぐ情報っていうのが、やっぱり一番リアリティがあるっていうか、自分にとっては最適解というか、正解のものが多かったんで、僕は静岡県の浜松市っていうところで生まれ育って高校生までずっとそこなので、東京というものに対しての情報ソースが何もない。そうですよね。そう。だからアメ横ってすごく有名な場所だったんだけど、当時アメ横に行ったら海外のものは、当時は海外のものって言っても舶来品みたいな的な言い方をよくされてたんですけど、そこに行ったら何でもとは言わないけど、手に入る。だからとにかく、中学の時はやれなかったけど、高校に入って友人2人と3人で、初めて東京へ行って、で、アメ横っていうのを初めて自分の目で見て歩いて、ものすごい面白かったね。今みたくあんな海外の人が来るようなあれじゃなくて、もう本当に小さな、すごい素敵なお店がいっぱいあって、で、どこに何があるかっていうマップみたいなのがないから、当時。情報それもないんだよ。そう。それが出てきたのっていうのが、やっぱりポパイ、1976年のポパイが創刊されてから、そういうものが
出始めて、で、その前だと、有名なのが1975年のメイドイン USA カタログ1。で、76年、ポパイの創刊の時に、同じ年にメイドイン USA カタログ2っていうのが出て、この2冊っていうのがなんかバイブル。で、ポパイっていうのがその後バイブルみたいな感じだったと思うんですよ。で、そもそもそのメイドイン USA1、2のもう前身になるのがスキーライフっていう雑誌が実はあって、ほぼその、メイドイン USA カタログとかポパイを創刊したメンバーが、そのスキーライフっていう、その、ちょっとカタログ的なスキー雑誌ですよね。で、それは海外に行って海外のスキー場を取材してきたりとか、もうその最先端のスキーの、ギア、スキーの板とかブーツですとか、あとウェアですとか、あとグッズですよね。小物みたいなのを紹介するような、そういう雑誌がメイドイン USA の前なんで1974年ですかね。74年、75年で、創刊されていて、で、その2つも結構貴重だと思います、今。神保町のマグニフさんあたりに行ったら、もしかしたらあるかもしれないと思うんですけど、メイドイン USA なんかを見ると、要は、アメカジとか渋カジの原型というか、基本形が全部そこに埋まっていて、で、スウェットシャツになんかグラフィックが載っているっていうのもなんかそこにはちゃんとあってみたいな。そういうなんか青春って言ったら変ですけど、それがだいたい76年5年とかだと僕が本当に高校1年生の頃なので、高1、高2、高3あたりでものすごくそのマガジンハウス系の雑誌に自分が大きな影響を受けたっていうのは間違いないですね。一番最初に僕が影響を受けたこの1975年、これ実際に74年の秋ぐらいに発売になったと思うんですけど、スキーライフっていう。はい。で、翌年このスキーライフ、1976年。このもう2冊なんですけど、これもちょっと表紙が取れちゃってるんですけど、これはもう本当に、すごい、メイドイン USA の前身、僕の中ではメイドイン USA の前身みたいな感じの本なんですけど、もう本当に、こういう情報を含めて、もうちょっとメイドイン USA チックでしょ、もうこの段階で。そうですね。そうなんですよ。だからこの辺に、その、スキー以外の、ここら辺、車の話とか、いろんな話が出てくるんですよね。アウトドア。今で言うだからアウトドア、キャンプ用品とか、アウトドアグッズみたいなのも全部、この辺に大体、ナイフとか、靴とか。すごいでしょ。すごいです。登山靴とか、今の原型がほとんどある感じですよね。今お洋服を作ったりされる方なんかはそういう情報がやっぱすごい。多分すごいこういうものになんか今のファッションとスポーツの融合みたいなのは、こういうとこであったんだと思います。だから、この2冊ってのはもし、チャンスがあれば手に入れられるといいと思います。で、その後この今のスキーライフっていうのがあって、メイドイン有名な、この2冊が一番僕たちの業界の中では有名な本なんですけど、メイドイン USA カタログ1、2、75年、76年。ほぼもう同時期繋がってる、1974年から75年、76年のこの3年間っていうのは、この日本のこういうウィンタースポーツとかアウトドアとか、そういうものがちょっとファッションに入ってきたというか、日常に入ってきた。ファッションというよりも日常に入ってきたんだと思います。当時のおしゃれな人たちとかセンスのいい人たちのトレンドとしてスキーをするっていうのがすごく流行りって言ったら変ですけど、なんていうのかな、ステータスっていうのもあると思うんですよね。で、スキーってやっぱりまずはヨーロッパ
から伝わってきた文化だから、それが日本で独自に成長していって、まあ日本のスキーの文化ができていくと思うんですけど、まあ当時やっぱりスキーを1960年代にスキーをするってなかなか、大変なことだったと思うんですよね。道具とかも当時は非常に高価なものだったし、まず道具もそれこそどこに、まあスポーツ用品店に行けば当然スキーの板とかブーツとかウェアは手に入るんですけど、それが一挙に日本に入ってきたっていうのがやっぱりその1970年代に入ってからだと思います。で、80年代のバブルの手前一番わかりやすいのが、私をスキーに連れて行ってっていう、映画、結構有名な映画で、あの時期にもう大ブレイクしたっていう。週末になると、夜行バスでスキーに行って、で、土日滑って帰ってきて、月曜日の朝帰ってきて、そのまま出勤するみたいな。金曜の夜仕事が終わると、夜行バスに乗ってスキーに行って、土曜日の朝スキー場に着いて、で、スキーをして、土曜日一泊して、で、日曜日夕方ぐらいまでまたスキーをして、で、日曜日の夜中、夜行バスで帰って朝駅に着いて、はい。で、そのまま荷物を預けて会社に行くとか。すごいパワフルです。すごいパワフルな。今だったらちょっと考えられないぐらいパワフルな時代だったと思います。なんかちょっと話変わっちゃいますけど、そこの後ろに1981年のそこにこう代表の当時スキークラブでアルペン競技をやっていたので、それ大会に出た時なんで、あれが多分21歳だったと思います。その頃はスキーっていうのがもうだから、非常に一般とまでは言わないけど、まあまあ一般的に広く、広まっていたと思います。で、そこから大ブレイク。もうみんな全員スキーをするぐらいの勢いだと思います。高校時代が、なぜか山岳部っていう山登りのクラブに入ったので、それはまあなんで入ったかっていうと、サッカーとか、そういうのをやると、冬場、合宿があるので、冬休みとか春休みが潰れちゃうので、スキーをしたかったので、まあ、冬休みと春休みがあまり忙しくない部活っていうと山岳部だったんで。なるほど、そういう理由。はい、そういう理由でしたね。学生時代はもう本当ずっとスポーツそういうちょっと本当こう体を動かすようなそういうのが多かった。いわゆる競技っていうかアスリート的な感じではなくて、まあいわゆるスキーも今アスリートだと思うんですけど、やっぱりスキーとか山登りみたいなものをずっと大学までやってましたね、結果。まあでもその時代に本当にこうそういう雑誌が出てきて、そうね、スポーツっていうのと、ファッションみたいなものがこう重なっていく、重なっていく感じ、融合していく感じですよね。